源氏物語イラスト役の愛です。この動画では古文速読トレーニングのやり方をお伝えしています。イラスト訳本編では原文と現代語訳が流れますので、一語一語照らし合わせて内容を確認し、その後に浮き出るイラスト訳で状況をイメージします。はじめは古語や文法もわからず、流し読みする感じかもしれませんが、そのうちに何度も出てくる重要古語や文法事項が頭に入ってくると思います。現代語訳が出てくる前に大まかな訳が浮かぶように、イラスト訳が出てくる前にイメージが湧くように、そこまで解釈できるようになれば古文速読の達人です。イラスト訳はどこからでもいいので、何度も見てトレーニングをしていきましょう。また後半では今回出てきた文法事項や古文常識などを解説していますので、最後までご視聴していただけるととても嬉しいです。それではイラスト訳本編のスタートです。第3条うつせみの第9話。光源氏は人妻のうつせみと一夜を共にします。しかし彼女はそれ以降彼の求愛を拒み続けるため、源氏は弟の小君を使って再度木の神邸に忍び込み、うつせみと野木場の荻の囲碁を打つ姿を垣間見ます。そのうちに囲碁を終えて眠りにつくのか、女たちの絹ずれの音が聞こえてきました。ではこの後の展開いってみましょう。若君はいずくにおわしますならん。この見越しは察してんとてだらすなり。静まりぬなり。いりてさらばたばかれと乗ったもん。この子も妹の御心はたわむところなく雨立ちたれば。言い合わせんかたなくて。人少なならん折に入れ立てまつらんと思うなりけり。木の神の妹もこなたにあるか。我に垣間見せさせよとのたまえど。いかでかさははべらん。格子には貴重添えてはべりと聞こゆ。さかしされどもとおかしくおぼせど。みつとは知らせじ、愛おしとおぼして。よふくることの心もとなさをのたもう。
お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回はなりの識別です。なりと聞くと助動詞のイメージがあると思いますが、大学入試でなりに棒線が引かれると、様々な品詞を想定する必要があります。なりの識別が問われたとき、棒線部分だけを見て判断してはいけません。必ず文構造をきちんと分析して、まずは品詞を見極めます。例えば、活用語に付随しているなら助動詞、文節の頭にあるなら動詞、用体を表す語についているなら形容動詞の活用語尾という具合です。イラスト訳では一語一語の照らし合わせを基本に古文読解していくので、おのずと文構造も身についてくると思います。では、この古文を見てください。述語部分になりがたくさん出てきていましたね。まず上から順に見ていきましょう。なりの直前に着目します。すると、すがありますね。これは、するという意味の作業変革活用動詞です。何形かわかりますか？そう、終止形ですよね。動詞の活用は古典文法の基本として頭に入れておきましょう。したがって、このなりは終止形接続の助動詞のはずです。助動詞なりは次の2つがあります。よく用いられる断定の助動詞は体言もしくは連体形に接続するので、直前の活用語が終止形と分かった時点で伝文推定の助動詞だと判別できます。ちなみに伝文か推定か分かりますか？推定というのは根拠のある推量のことです。なりは文脈の中に聴覚的根拠が入っていれば推定、めりは視覚的根拠があれば推定です。この部分は光源氏が絹すれの音を聞いて女たちが出ていく気配を感じ取った文脈です。したがってこのなりは推定で間違いなさそうです。次に鳴らすなりを見てみましょう。鳴らすが動詞ですよね。何活用かわかりますか？鳴らすは現代も用いる他動詞ですよね。鳴らさずと未然形があ音になることから余談活用動詞だとわかります。ということは終止形か連体形かがわかりません。この場合、なりが断定なのか伝文推定なのか見分けがつきませんね。このように余談動詞に接続する際には文脈的な読解が必要になってきます。けれども焦らなくて大丈夫。この鳴らすは明らかに聴覚的根拠のある推定ですよね。したがってこのなりは推定で鳴らすようだと訳せばよいでしょう。同時に鳴らすは終止形であることも見抜けます。さらに次の静まりぬなりを見てみましょう。これはなかなか厄介です。なぜなら直前がぬという助動詞だからです。もちろん活用語についているので、なりは助動詞であることは明らかですが、まずはぬが何の助動詞かを識別する必要があります。ぬの識別は次の3つ。これも直前の接続で見分けられそうですね。では見てみましょう。直前は静まるという動詞です。静まらずが未然形になることから、これも余談動詞ですね。余談動詞は、い、だんは連用形しかないので、見ただけでこの静まりは連用形だとわかります。したがって、このぬは連用形接続の完了の助動詞、ぬです。完了の助動詞はこのような捺辺型の活用です。つまりぬは終止形ですよね。したがってこのなりは伝文推定とわかります。ここまで長々と説明しましたが、これを一瞬で目線を動かしてスピーディーに判別していく力が古文速読では求められるんです。なお、この文脈的なつながりから聴覚的根拠だと見抜いて、まずはなりから識別していくという方法もあります。いろんな古文にあたって多角的な識別法を学んでいってほしいと思います。
ではラストの一文です。先ほどは助動詞なりの識別でしたが、今回はどうでしょうか。直前部分を見ると少ないという形容詞の補完ですよね。もし形容詞が助動詞なりの直前に来る場合は、少なかるなりもしくは少なかんなりという補助活用になるはずです。ではこのなりは一体何なのでしょうか。明らかに体言ではありませんよね。これは人が少ないという様態が前にあるということで、人少ななりという形容動詞として国語辞典に載っています。なのでこのならが棒線が引かれて文法的な説明が問われたら、なり活用形容動詞人少ななり未然形の活用語尾とここまで答えなければなりません。またラストのなりけりはどうでしょうか。直前を見ると思うという余談活用につながっています。なりは助動詞ですね。余談活用に接続するので、断定か伝文推定か文法的には判別できないのですが、なりけりとなっています。保護辞典にもあると思いますが、実は中古のなりけりは伝文推定のなりの例がありません。もちろんこの場合は伝文がいいのではと解釈する人もいるかもしれませんが、大学入試ではなりけりのなりは断定と捉えて大丈夫。思うは尊敬語ではないので、小気味な光源氏をこっそり中に入れて差し上げようと思っているという場面でしたね。さあここまでなりの識別を長々と説明してきました。まとめるとこんな感じです。活用語に付随する場合はなりは助動詞です。連体形につけば断定の助動詞ですが、終止形に接続すれば伝文推定の助動詞となります。ただし余談活用やらへん動詞、形容詞、形容動詞などに接続する場合は判別がつかないので、聴覚的根拠があるかどうか、人から聞いた伝文の文脈かなど文脈の流れを読解して判別していきます。伝文推定の見分けも聴覚的根拠があるかないかで識別していきます。また、伝文推定のなりがらへん型の活用語についたら発音便の無表記になることが多いということも知っておきましょう。形容動詞の活用語尾は見分けがつきにくいので、まず重要古語を覚えましょう。そして重要古語でないものは今回学習したように様態についているかで判別しますが、パターンとして何々かや何々でが直前にあることも知っておきましょう。今回ら行変革活用動詞のなるが出てきませんでしたが、源氏物語のイラスト訳の多くの部分に出てきています。文節の頭、つまり自立語になっていれば動詞と捉えるのですが、こういうパターンの場合、becomeになることが多いということも知っておきましょう。さあ今回も第3条うつせみからのイラスト訳でした。第1条起立簿からここまでの再生リストについては説明欄のリンクに貼っておきました。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。